キネマ51のオーナー須田です。おばんでやんす。キネマ51の支配人でございます。関根でございます。夜はバープラスチックモデルという店をやっております。よろしくお願いいたします。最近どうですか？支配人先手打たないと。そうですね。支配人そろそろ、はい、我らが、はい、グラスホッパーのですね。まあ新作じゃないんですけども、リマスターのゲームが発売されるんですよ。なんていうゲームなんですか？シャドウ・オブ・ザ・ダムド。ちょっと聞いたことあります。聞いたことありますね。噂には。ハロウィンに発売されるので、なるほど。まあこの見た後ぐらいにそろそろ発売かなという感じだと思いますね。はい。なんか今回目玉は何かあるんですか？今回目玉はですね、ニューゲームプラスが。ニューゲームプラスっていうのはごめんなさい、どういうことですか？これはですね、一度クリアした状態ってめちゃめちゃ強いじゃないですか。もうパワーアップして、その状態で最初から遊べるという、まあ大体どのゲームもついてるんですけど、もともとオリジナル版なかったんですよ。それはじゃあやっぱり熱望というか、それができたらいいななんていうのがコメント欄にあったりとかして、あと 4K 対応。4K 対応すごいじゃないですか。すごくないですか？すごいです。須田さんの顔が 4K で。僕の顔は一切出てきませんけど。そうなんです。はい。それが控えておりますけれども、まあそんな中、なんとそのダムドにめちゃめちゃ似た映画があったんですよ。今回はそれを取り上げます。なるほど。なんとタイトルはエイリアン・ロムルス。宇宙最強のサバイバルスリラーがついに幕を開ける。逃げ切れるか、生存率 0% の絶望から。ドントブリーズの監督フェデ・アルバレス監督最新作エイリアン・ロムルスです。まあ、今回ね監督はまた新しい監督で、また新しい形のエイリアンかなというイメージもあったんですけど、まあ、プレスリリースなんか読んでるとその原点回帰みたいな第一作のそのエイリアンの怖さをもう一回みたいなイメージでまあ作られたっていうことらしいんですけど、最初に初めて見るエイリアンがこの映画でもいいような入り口としてのエイリアンを作ったみたいなことが書いてあって、外伝だけどまあなんというかエイリアンっていうのはこういうものだっていうことがよくわかる作品だったなっていうのをそう最初に思った感想ですよね。監督があれですよね、ジョン・カサベテス。違いますね。違いましたっけ？全然違いますね。フェテ・アルバレス監督ですね。はい。資料の腹渡のリメイクをやってる監督なんですよ。この監督。そもそもそうなんですね。もうちゃんともうそういうそうなんですよ。できてて、とても怖い監督だということを十分認識した上でこれを見るとね、怖い映画なんだなっていうことはすごくわかりますよね。導入からね。ただやってること一緒なんですよね。ドントブリーズは家の中に探し物をしに行くんですよ。お金持ちな老人がいると、物を取りに行く若者たちがそうなんですよ。構図全く一緒だ。構図全く一緒なんですよ。自分の得意パターンで。そう得意なパターンを当てはめたんですね。そうだから大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫じゃないじゃんっていうね。でやめようっていう。本当だ。で主人公が女性。そこがねエイリアンとうまくはまったんですよね。そうなんですね。だからもしかしたらエイリアンという素材を使って自分のワールドを監督は作ったけど、それがそのエイリアンって歴代全部主人公が女性、ほぼほぼね女性じゃないですか。まあそういうこういろんなことが当てはまってちょうどいい作品が出来上がったのかなという感じはしましたよね。なんかエイリアンっていうなんていうんですか、このIP というかシリーズあるじゃないですか。これがなんかやっぱり復活した感じしますよね、今回のロムルスで。支配人はこの前のプロメテウスとコベナントは見ました。どうでした？いや面白かったですよ。だからエイリアンっていうのはもはやその素材で、そのエイリアンという素材をいろんな監督がどう自分の作品にしていくかっていうものかなっていうイメージが強いので、もともとねそうでしたもんね。リドリー・スコットから始まって2が全部覚えてます？覚えてますよ。僕全部言えないですよ。2がポール・バーホーベンで全然違ったな。違う。2があの人です。ターミネーターの人。
キャメロン・ディアスじゃなくてジェームス・キャメロン。あ、ジェームス・キャメロン。ジェームス・キャメロンで、3が、デビッド・フィンチャーなんですよ。あ、そうか、3がデビッド・フィンチャーか。で4がフランス人ね。フランス人のピエールなんとかジュネかキャロかどっちですね。そう、ジュネ・キャロンどっちですね。でプロメテウス・コベナントはリドリー・スコットなんですよね。で久々違う監督が撮ったのが、一応全部リドリー・スコットが制作という感じで入ってますけどね。なんか戦艦シリーズなんだなっていうのがね、プロメテウスも戦艦の名前じゃないですか。コベナント、ロムルスも全部船名なんですよね。そう。このロムルスもロムルスってついてますけど、一つの宇宙ステーションの半分の部分がロムルス。あ、そう。でもう一つの方がその神話における双子のもう一人、もう一つですね。そうだ。なんとかの、一応そういう説明がね、歴史に出てきますけど、ありました。そうですね。そのロムルス側での戦いみたいな感じになるんですけど、なりましたね。今までこれは僕もちょっとそこまで正確に覚えてるわけではないんですけど、割と勇敢な戦士が主人公みたいなものじゃなかったんですよね、エイリアンって。でそれの今回究極系っていうか、素人っていう、ど素人っていうのと、エイリアンがあったことで、なんか新しいエイリアンが出来上がってる感じがするんですけど、びっくりするようなシーンっていくつか出てくるじゃないですか。いやもう僕ね本当にもう何回ももうこうなりましたよ。ですよね。あれなんか来るぞっていう感じありますよね。あります。あんまりこういうこと言うとあれなんですけど、すごいお化け屋敷みたいな映画だったなっていう。そうそれはあります。あとこの我々ゲーム業界側の視点からすると、もうクリソツなゲームがあるんですよ。もともとエイリアンオマージュで作ったデッドスペースっていう、シリーズがあるんですよね。でデッドスペースだったんですよ今回ロムルスは。まるでデッドスペースなんです。それは、今回の映画の作りがってことですか？構成というか、閉じ込められた空間でいろんな場所に行ってみたいなのが、いやもう相当デッドスペースだったんですよ。エイリアンから生まれたデッドスペースがあって、デッドスペースから生まれたロムルスみたいな、多分監督若いんでそこそこゲームやってますね。なるほどね。でもう銃でバンバンね、エイリアン2から2の方のねこの銃を持ってきてとか、あれなんかもめちゃめちゃいいじゃないですか。あれだちょうど1と2の間なんでしたっけ？今回そうです。1と2の間ですね。ちょうどね時期的にもそうですけどね。1の何を継承してて2の何を継承してるのか僕もよく分かってなくて、この間うちのスタッフから聞いたんですけど、あそうなんだみたいな。そのぐらい僕も浅いんですけど。本当ですよね。本当に今の話聞いて思ったんですけど、エイリアンがあってのデッドスペースあっての今回のロムルス。宇宙刑事ギャバン、またギャバンが出てきましたけど、イケボーイズに続いてギャバンがあってのロボコップがあってのウィンスペクターとかね、宇宙刑事ものからの刑事もののよりこうロボコップに近づいていっちゃうって逆にロボット系の特撮がどんどんロボコップみたいになっていっちゃった過程を僕ちょっと今思い出しながら聞いてましたけど、この影響がね、この影響がお互いに影響し合ってるっていう。その中で東映の V シネマで中村梓主演の女バトルコップっていうのがあるんですけど、中村梓って懐かしいですね。モデルさんっていうか女優さんのあの人がロボコップになる女バトルコップか、女バトルコップっていう、これV シネマの傑作の一本なんで、そうなんですね。もし機会がありましたらシリーズ化されてるんですか？いや一本だけ。監督は三池さんじゃないですか？三池さんじゃないですね。いや僕はですね、ロムルスは直近のエイリアンシリーズでいうと、プロメテウスからリドリー・スコットがエイリアンをもう一度こう復活させる流れがあったじゃないですか。4から結構時間空いてたと思うんですよね。リドリー・スコットが最初エイリアンを戻す時にジェームス・キャメロンも一緒に賛同して、あとシガニー・ウィーバーも一緒にエイリアンシリーズを復活させようみたいな流れがあって、どうやらエイリアン VS プレデターの時にこう決まった時にキャメロンが降りたんですって。でそこからでもリドリー・スコット諦めてなくて、プロメテウスの制作にこぎつけたらしいんですけども、
僕はですねプロメテウスを前見た時に、劇場公開じゃなくて出張の飛行機の中で見たんですよ。で僕は全く何の知識もなくプロメテウスを見たんですね。でリドリー・スコットのSF もんだと思ってこれは面白そうだなと思って久々見ててへえと思って見たんですよ。途中であれなんかそうかちょっと似てるものを作ってんだなと思ってで見てった中でギーが気のせいかなと思って見たことあるなと思って途中でもなんかいろんなの出てくるじゃないですか、こう敵のなんか変なのが、でもなんか一切表さないんですよそのエイリアン的なものが、形もうまくこう変えててと思ってで腹の中から出てくるシーンがあるじゃない主人公の。おやと思って突き破ってない突き破ってまたでもこういうスタイルを作ってんだなと思って。でもなんかいよいよなんかギーガー総本山そこまで何にも想像しなかった。何にも想像しなかったんですよ。すごいですね。純粋ですね。いやだから途中びっくりしちゃってエイリアンだうわマジと思ってすごいと思って。いや僕だからすごくプロメテウスが楽しくて、こんなショッキングなことがあるんだ世の中にっていうぐらい興奮したんですよ。エイリアンって気づかせてないようにこう巧妙に作ってるんですよ。あえてね。だから僕公開の時ってどうだったのかな。いやいや全然普通にエイリアンとしてそうなんですか。そうですよ。タイトルないじゃないですか。まあね。その体で公開したんですね。その体で公開します。なんだ僕は最高の環境でしたよ。すごいですね。最高でしたよ。で僕が濃いファンだったら、プロメテウスの文字が出る時に気づくんですよ。ラインで出方がね、それすらもう全く覚えてないからもう純粋にこれは実はエイリアンだったってもうみんなに話したくなって映画見たってそうでもねもう知ってたんですね皆さんね。みんな知ってましたね。いやそうなんですよ。むしろその驚きにみんなが驚いたと思いますでもそういうふうに考えると、これにはもう最初からエイリアンって入ってるってことはもうねそのエイリアン映画だってことはもう全面に、もしかしたらその前々作のちょっと反省とかもあったのかもしれないですよね。なんですかね。そうですね。やっぱエイリアン入れよっかみたいな。あるかもしれませんし、コベナントとかもやっぱりなんですかね、やっぱりプロメテウスとコベナント多分もう対じゃない、対の映画なので、そうですね。そうなんですよ。でもやっぱこれは本当にそこからさらにやっぱりね閉ざされた空間でのやっぱエイリアンの怖さみたいなものにやっぱ原点回帰はしてますよね。その割にはエイリアンの登場ちょっと早いなと思ったのと。解決方法を意外と早く見つけたな素人たちがっていう感じありましたよね。ものすごい彼らクレバーだなと思いましたよ。なんか知恵が働きますね。知恵働くな。やっぱ生き残る生存能力が高い子たちですよね。そうですよね。労働環境の中で育ってたっていうのもあるかもしれないですけど、野生の勘みたいなものはすごいことだなと思いながら。そのエイリアンの登場早いのはこの時代じゃないですか。確かに Z 世代。Z 世代ですね。やっぱりねじらすのが待てない。イントロいらないってやつですよね。そう曲もね。曲もね。曲もそうですよ。だから最初にオープニングエイリアン一発出しておいたのかもしれないですね。そうかもしれない。エイリアンですよって。サビですね。サビ最初に来て。そういう感じだな。音楽も映画もサビが最初に来る時代でございますよ。2時間ジャストかな1時間58分ぐらいでしたっけね。それもね今もしかしたらね長いとかっていうかもしれないですよね。そうですよ。最近それこそゲームも20時間長いとか逆に最初にこのゲームは200時間遊べますって言われるとげんなりしますみたいなことをスマブラの桜井さんとかもよく言ってたりとかするぐらい時短の時代なんだなみたいな。だからゲームもこれから早送りできる時代来るかもしれないですね。いやそうかもしれませんよ。1.5 倍速で1.5倍速で遊べるみたいな。それがどちらかというと YouTube で人のねプレイ動画を配信プレイを見るっていうのがもうその文化であるので、ちょっと話あれなんですけど、その YouTube の人のゲーム実況を見て楽しむっていう感覚はゲーム業界ではどう分析するんですかあれは。い
いやもういや全く分かんないんですよ。子供たち夢中じゃないですか。夢中かもしれません。YouTube のゲーム実況、はい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 、映画とかもそうなんですけど、映画を見てる人のリアクションを子供たちが見てるんですよ。ほう。小学生の YouTuber とか今いっぱいいるじゃないですか。はいはいはい。その子たちがディズニーの新作のアニメとかを、ワイプでテレビで映ってて、それをその子たちが見てるリアクションを一緒に見てるんですよ。何が面白い？いや分かんないです。全く面白い分かんないです。だったら本編見りゃいいじゃんっつって。ねえ、はいはい。だ次のエイリアンは、ひょっとしたら、誰か見てる。シガニー・ウィーバーがね、オリジナルのじゃあリプリーがびっくりしたりするわけですよ。もうデザインも変わらずすごいですね。ギーガーのねデザインがね素晴らしいですよ。でもなんか全部なんか名前があって X とかで見ると名前と形がちょっと違うんですね。ああそうなんですね。後ろの方が最後に出てきた背高いやつがオフスプリングっていうらしいんですけど、あれちなみにオフスプリング CG じゃないってご存知でした？どういうこと？ちゃんと造形で？あれ人間らしいんですよ。でロバート・ボブロツキーというルーマニアの身長2メーター31センチのバスケット選手。それに手足をつけてるんですか？監督が直々にお願いして手足つけてやって、でその人が手足つけてスタジオ来た時点でめっちゃ怖かった。すごい。あんななんかローション塗られて、それを人でやる必要あったんですかね。それはねホラーオタクなんですかね、やっぱね監督ね。だと思いますよ。エイリアンの話をキネマ51でするのは、まあ長いキネマ51の歴史の中ではエイリアンの話するのは実は2回目なの覚えてますか？全然覚えてないです。本当ですか？よく覚えてますね、シガニー。いやいや、それだってエイリアンっていう映画がそもそもなぜこのチームで作られたかっていうことを思い出してくださいよ。デューンだ。そうですよ。デューンだ、そうだ。デューンはまあ僕たちもデューンを紹介はしてませんが、あれですよ、監督ほらエルトポのそうってことはモドロフスキー、そうですね。モドロフスキー監督のデューンの企画で集まったチームが、そうだね、デザイナーにギーガがおり、そう特撮メンバーも集まり、いざ作るという直前で資金調達ができずに頓挫したけど、チーム集めちゃったから何かやろうって言って出来上がった企画がエイリアン。エイリアン、そうでしたよ。ホドロフスキーのデューンがなければギーガがエイリアンをデザインすることはなかったですし、ギーガっていう人がこれだけ世界中で注目されてすごいデザインを残していった人にならなかった可能性がありますもんね。ホドロフスキーすごいですね。すごいですよね、やっぱりね。おじいちゃんすごいな。がきっかけだったんですか、ホドロフスキーのデューンが。そうです。マジっすか、俺今知ったっすわ。そうだからあれですよ、デューンの時にデザインしたものが結構ベースになってますよね。残ってますよね。残ってますよね。エンジニアの人たちの入ってるデザインみたいなもののベースも確かあったような気がするんですよね。そこまでは僕も覚えてないです。ちなみに新しいデューンって見ました？見てないです実は。そうなんですね。見てないんですか？なかなかいいですよ。見たんですか？今絶対見てないってオチだと思ったんですけど。いや、これはなんと飛行機で。出た、飛行機で。両方とも飛行機で見ました。吹き替えもよくて、変な女優さんが声当ててなかったので、変な女優さんが声を当ててなくてよかった。よかったですね。それはよかったです。ちなみに津田さん、ドリー・スコットのああいうハードな SF の鉄臭い世界観あるじゃないですか。ブレードランナーとか、ああいう鉄臭い SF の感じのゲームとかって作ろうと思ったことだったりとかあります？っていうか作ってほしいんですけど。いや、作ってみたいんですけど、ハード SF 自体が僕そんな読んできてないので、やっぱ僕純文学の方の人間なんで、別に格好つけてないですけど、どっちかというとそうなんですよ。そっちなのでそうなんですよね。だから一人ハード SF の考察ができる人がいるとやりやすいのかなってのありますよね。ああいうサイバーな世界観の須田さんのゲームやりたいなっていう、ないっすもんね、今までぶっちゃけ。あそこまでサイバーなのはないっすもんね。シルバー事件の続編はそれで作りたいんですよ。シルバー事件26っていう僕の好きなタイプのあれですけども、監修っていう
ので SF 小説家の名前入れたりするの好きなんですかね。昔言うと小松左京とか、あと石森章太郎とかね。いいですね、監修。そういうのをちょっとぜひね、なんかつけて。今誰ですかね。今だと誰ですかね。あんまりだからそういう意味では浮かばないですけど、漫画家さんとかになっちゃうんですかね。なっちゃうんですかね。そうですね。漫画家だと二瓶勉さんとか。でも二瓶さんは二瓶さんワールドがもできてるので、あまりにも世界観が強いから方だとそうですね。そういう意味では小説家の方がその絵がないから面白いとは思うんですけど、なかなかね今。ブラムのゲーム何回もグラスホッパーで作ってほしいなって思いましたけどね、ミニヘイさんの。IP ものはね、まあ大変なんで。そう言いながらなんかデッドプールオファーしてるみたいな。そうあります。前回普通に喋ってますけどね。売れます。絶対売れるから。めちゃめちゃ売れる。なるほど。デッドプール売れますって。でもエイリアンのゲーム作ってくれって話ありました昔。あった。思い出した。2回ありましたよ、2回。それはエイリアンのゲームですか、それともエイリアンみたいなゲームですか。いやエイリアンです。エイリアンの IP 取ってっていうのが、当時だからエイリアンのプロデューサーと交渉してもう企画書も出来上がってて、でもその企画の内容で作ってほしいみたいな感じだったんですよ。向こうのある程度その向こうの縛りが。でなんかヨーロッパの役者さんももうちゃんと本物の役者さん使って全部キャスティングしてみたいなのがあって、でディズニーのそのプロデューサーに OK もらってるからって言ったんですけども、僕の経験上なんですけども、プロデューサーの OK ってすっごい弱い権限なんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。プロデューサーってたくさんいるじゃないですか。何プロデューサーでその人の実験がどのぐらいあるかをちゃんとリサーチしないと、でも絶対大丈夫って言うんですよ、向こうのパブリッシャーは。いや僕は絶対無理だろうと思って。であの話が具体的になったらじゃあ、ちゃんとじゃあ契約の話しましょうみたいな感じだったんですけども、担当のディズニーのプロデューサーかなんかなプロデューサーが別の部署に異動になってこの話はなくなりましたってなってほらでそもそもエイリアンのゲームってセガさんとかがずっと持ってたんですよ。でセガさんが作んないからみたいなことになったんですよ。本当かなと思って、エイリアンのゲームって結構売れてるんですよ。結構人気もあって、だからそういうのも含めて怪しかったんですよね。本当怪しかったです。でそんな話もありますよ、この業界にいるとね。もしするんだったらどういうゲームになるみたいなビジョンってその当時あったんですか。いやだってもう企画書あったんで。そうか、どういう流れだったんですか。もうそういやよくは覚えてないな。エイリアンっぽかったと思いますよ。というわけでね、エイリアンコベナント違いますよ。ロムルスです。普通に間違えましたね。いやわざと間違えました。わざと間違えた。エイリアンプロメテウス。違う。エイリアンロムルス。ロムルスね。ロムルス。今年の夏暑いじゃないですか。暑いですね。9月入っても暑いんですよ。暑いですよ。多分10月入っても暑いんですよ。本当ですか。多分そうだと思いますけど。だからエイリアンロムルスにぴったりなんですよ。もうこれはね、この暑い夏の日本にもううってつけの映画、これもう見るしかないです。全然具体的なことないめっちゃないけど、夏はホラーじゃないですか。はい、そこにね。そうホラーね、もうみんなびっくりして冷や汗かいて、暑いから冷や汗かいて涼しくなっちゃったみたいなね。というわけでね、今回これでお開きとなりますけれども、次回どうしましょうか。ちょっと対策続いたんですよ実は。マーベル系、夏休みでしたからね。ウルヴァリン、エイリアンと来ました。ちょっとね、もうちょっと単館系といいますか、小さい劇場でやってるちょっと渋めのね、良質な映画をちょっとね次はピックアップしたいなと思いますんで、それが見つからなかったら対策でね。もうぼーっとしたらもう冬休み映画そろそろ来ちゃうんですよね。そうですよ。ちょっとね皆さんいい映画また探してきますんで。いい映画あったらコメント欄にね。コメント欄にそうですね。こんな映画ありますよとね。公開するよみたいなのをちょっとぜひ映画会社の皆さんもぜひぜひよろしくお願いします。では次回の作品でお会いしましょう。